空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、6月の6日金曜日、はい、ということで、今日もねリサイクルショップからお届けいたします。はい、またねワンパターンでございますが、メルカリの方にアップして、はい、そしてね、こちらガラス面のねカッティングシートの続きをやっていきたいと思います。はい、ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。それとね、この辺 YouTube の点々点っていうところからね、サンクスボタンっていうのを押してみてください。はい、でそこから、200円からね、200円、500円、1000円、4万円ぐらいまでね、はい、投げ銭ができますんで、寄付ができますんで、はい、もし応援してくれる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。ということで本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、それではですね、今日も DVD、アップしていきたいと思います。アンフェア。おっとっと。レッドドラゴン。資料の腹渡。リアル鬼ごっこ。ロストメモリーズ。はい、こちらをね写真撮っていきたいと思います。はい、それではね、さっき撮った、写真をねメルカリの方にアップしていきたいと思います。はい、アップ終了となります。続きましては、はい、ということでね、続きましては、カッティングシートをね、作っていこうと思うんですが、前回作った型紙で一応ね、鉛筆で、まあちょっと見づらいかもしれないですけど下書きしましたんで、これをね、カットしていきたいと思います。はい、それではね、こちら、今、このね、入り口がガラス面に、カッティングシートを作ってるんですけども、今、リサイが終わりましたんでね、はい、今度、このクルシーとヨップを、USB でね、はい、印刷していきたいと思います。はい、それでは、コピーしてきましたんで、これをね切り刻んでいきたいと思います。
はい、ということでね、カッティングシートをまず、窓をガラス枠に合わせまして、ワイド1200、これで、1枚のねガラスに、イサイ苦しいですね、はい、のカタカナを、カッティングしていきます。まずね、コピーした紙をハサミで、文字をくり抜きまして、はい、そしてね、カッティングシートの方に貼り合わせていきます。そして、カッティングシートに、鉛筆で印をしてですね、そしてカッターで切っていくという地道な作業となっております。風がね強くてね、はい、紙がねぶっ飛んじゃいますけども、はい、押さえながらやっていきます。今回ね、本当はね、カッティングシートをガラスの内張り、いわゆる室内からね貼って、ちょっとね耐候性を上げようと、いわゆる長持ちさせようと思って裏から貼ろうと思ったんですが、こののり面のですね、カッティングシートがですね、ちょっと白がですね、薄いんですね。はい、高いやつだとですね、表も裏も、同じ色で、接着面があるという形なんですが、やっぱちょっと安いカッティングを買いますとですね、裏と表がですね発色が違うんですね。はい、ですので、断念しまして、やはり外からね、貼ることに決めました。はい、そしてね、来るシーンのところね、今貼ってるんですけども、何かね間違いに気づく方いらっしゃいますでしょうか。はい、プっていうね、カタカナが今切ってますけども、来るシーンなのになぜかプを切ってます。はい、間違えてますねこいつね。はい、いつ気づくんですかね。はい、ということでね、全部切り終わって、はい、貼り合わせたら、なんだおかしくねえかということで、はい、もう一回剥がしましてですね、はい、紙を探してきまして、紙の方をもう一度切ってきます。間抜けですねほんとね。はい、いつもこんな感じでね、やっております。はい、ということでね、ようやく、カッティングシートの型紙ですねが出来上がります。はい、ということで、この後ですね、急遽いつもね、材木を買わせていただいている材木屋さんのお父さんがですね、社長がですね、ちょっと製材所の工場のですね製材する古い機械があるらしいんですけども、それのね、モーターがちょっとね、音が出て調子が悪いということで見てくれないかということを連絡いただきましてですね、はい、この後ね、午後ですね、はい、ちょっと行くことになりました。はい、ということでね、苦しいですね。はい、鉛筆で印しまして、そしてカッティングまで行けずですね、はい、今日は終了となりますね。はい、こちらがね、製材所になります。はい、急遽ちょっと呼ばれましてねモーターがね音が出るということで見てくれないかということで、はい、見に行きました。
これがね、昔材木を、まあ昔って言っても今も使ってるんですけどね。朝ね、うん。タッパーつけたやつを持っていったらいなかった。それから材木を乗せて、スライスしていくような感じですかね。だいたいはい、午前中の機械でございます。8時からお昼ぐらいまで今行ってて、だからその後帰って、こっち行ってんのは、じゃあこっち行ってんのは7時過ぎ。そうだね、うん。誰もいなかった。はい、こちらがね、モーターでございます。このモーターがね、ちょっと回してるとですね、音が出るということだったもんで、一回ですね、ちょっとモーターを、土台から外しまして、はい、これをね、ベルトで、機械の方につながっているわけですけれども、まあ、ベルト外してですね、モーター単体で音が出るかどうか、はい、ちょっとこれをね、確認しようと思いまして、まずモーターを外していきます。はい、ボルトが外れたようですので、モーターをですね外していくんですが、いやこれ結構重かったですね。一人でね持ち上がらなかったですね。ということでバールでね、ちょっと浮かしながらかまし物をしながらですね、はい、それで、まずいいからですね、ベルトを外していきます。最初はね、モーターも全部ばらして中をオーバーホールしないとダメかなと思って覚悟してたんですが、まあ、結局ですね、モーター外して、単体でですね、回しましたところ、正常にね動いてましたので、はい、モーターは問題ないかなという判断で、なりました。はい、これでね外れてプリからベルト外しまして、そして向きを変えてですね、単体で外れた。重っ。回してみます。あれ一人じゃ上がんねえかなこれ。はい、ようやくね真横に向きましたね。とりあえず外れた。よいしょ。これで一回、機械から外れたんで、モーター単体でモーター単独で回してみて、ベルトない方がいいからね。いやいいや、俺やる。はい、ということでね、モーター問題なさそうだったので、元に戻しましてですね、はい、そして、きちんと動くかどうかの再度確認という形で、OK になりましたので、とりあえず様子見ですね。はい、音が出ていなくなったということで、多分ね下のステーのところが、ちょっと欠けてる部分がありまして、それが金属に当たって音が出たのかなという予想であります。動くね。多少ベルトがだから緩くても動くのは動くね。はい、ということで今日は本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いや暑いっすね、ほんとね、だんだん夏になってきたかなと感じしますけど、今日はですねなんかお客さんいっぱい来ましたね。はい、もう何人ちょっと数えられないぐらい 5,6 人来たのかな。はい、買ってたの野菜は売れましたね。はい、野菜が売れたのと、あとはなんか掃除機仕入れてくれって言われたお客さんとかね、はい、まあいろいろありましたけど、はい、とりあえず今日は以上となります。で、リサイクルショップの、カッティングシート、はい、これもね、リサイ苦しいぐらいまで、はい、途中でございますので、また次回続きやりたいと思います。
ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ゲッツ